さて、今回はギアキューブの揃え方です。このギアキューブは、チーイのギアキューブ 3×3×3 です。表面は、ギアピラと同じくマットなタイルです。基本的に180度ずつしか回らない感じですね。途中で止められはするんですけどね。90度で止めてしまうと、真ん中にセンターが来ません。なので次を回せないです。180度まで回すと次が回せます。90度だとダメです。意外とスクランブルしても崩れないんですよね。さて揃えていきます。白面から作りますか。白のセンターを基準にしたくなりますが、実はどれか一つのコーナーを基準にした方が楽ですね。今回はこのロゴ付きコーナーをセンターに合わせてみます。合いましたね。この白コーナーの手前面はオレンジなので、右には白オレンジ入りのコーナーが必要ですね。ここにない場合、ある可能性のある場所は3箇所しかありません。180度しか動かせないので、ここか。さらに移動したここか。右後ろから移動して、左奥のここか。以上、正しい場所を含めて4箇所しかありえません。上の場合この2箇所。下の場合、この2箇所にしか移動できないのです。合計4箇所ですね。今、白オレンジを含むコーナーが正しく揃っていますが、右後ろのここか、左下手前のここか、左上奥のここにしか行けないのです。なので、この白オレンジの右に持ってくる場合、左奥からこう持ってくるか、右下奥から持ってくるか、左下手前から持ってくるかの3通りしかありません。今回は、ここにあったとしましょう。右隣に持ってくるので、180度回すだけですね。白オレンジがペアになりました。ペアを左に向けて持ちます。ここに白を持ってきますが、3パターンしかありません。最初から白が揃っているか、180度裏にセットであるか、さらに下面を180度回した左下にセットであるか、その3通りしかありえません。裏を見ると右下にはなく、左下にありました。ここが一番遠いですが、右下に持ってきて、上面に上げればいいですね。白青と白緑エッジは偶然揃いました。白2つが真裏にあったら180度回せばいいですよね。先ほどのようにここにあれば、下を180度、右を180度ですね。白センターは黄色になっちゃうことがあるので、最初の基準にしない方がいいと思います。最初からやってみます。白センターは気にせず、白赤コーナーなので、右にも白赤が必要。先ほどの4箇所から探します。ここにありました。こう移動すればいいんですが、M 列のセンターがずれていました。
白赤が揃いました。というか白青も揃っているので、白4コーナー揃っています。まあ右になければ、真下か、左下から持ってきます。こうですね。揃ってるのを含めて3パターンしかないんですよね。上の白コーナーの位置があったら、右を回して、センターの白も合わせます。センターが黄色だったら、右を180度回します。センターが白に変わります。白面の4コーナーの位置を合わせると、なんと、黄色面のコーナーは勝手に揃います。側面の色を合わせると、6面すべてに X ができます。白青、白緑エッジは偶然揃ってしまいました。ちょっとずらします。6面に X ができたとき、こうだったとしましょう。こことここには、白緑、白青が必要ですが、ありません。ない場合は、必ずここにセットであります。180度しか回せないので、下面を回しても、結局白緑と白青のペアにしかならないのです。奥が白青なので、白青が先に上に行く向きにセットします。このまま上げると、白緑が先に行ってしまいますので逆です。白青を手前下に持ってきて、上に上げます。白青が先に上がるので、正しい位置になりますよね。その後を白緑が追いかけて上がる。ここまで持ってきて、間にあるセンターが黄色なので、真裏にある白センターを入れます。白センターを入れると、下は180度回転するので、白緑エッジが返ってきます。これで、白ラインを上に入れられます。M 列を90度上げるには、右面を180度上げます。白ラインは入りましたが、エッジが傾いています。上が白面の時、白が右下を向いている場合、または左下を向いている場合、エッジの向きは直せます。右下向き、左下向き、真上向きは3つでセットなのです。右面を2回転すると、左下向きに変わりました。もう2回転すると、真上に向きます。これで白青白緑エッジが揃いました。次は白オレンジと白赤エッジです。今回は上にありますが、場所が反転しています。これをキューブでいう、こんな感じの手順で直します。上から下に持っていって、下で入れ替える。入れ替えたら、上に戻す。前後が入れ替わります。白オレンジと白赤を下に持っていきます。M 列だけでは回せないので、右面を360度回します。M 列が180度回って下に行くので前後を入れ替えます。赤とオレンジが逆になりました。奥が赤なのであとは上げるだけです。白が真下に向いたので簡単には揃えられません。真下向きとセットなのは右上向き、左上向きだからです。右面だけを回していても揃えられません。左上向きになったり、右上向きになったりするだけです。
これを EO が合っていないと言います。ダメなパターンです。その時、中段を合わせてみると、中段も EO が合っていないのです。中段の4エッジとも反転しています。M 列の EO が合っていないと、セットであと1列の EO がずれるのです。M 列の EO を合わせる手順ですが、右を回すと、この白オレンジエッジは回転します。これを続けている限り、EO は変化しませんので、直りません。真下、左上向き、右上向き以外を向かないからです。ないので、ここから脱出することを考えます。左の白コーナー2つと右の2コーナー。これらの相対的な位置をずらすとエッジが回りますが、右の白2つをここに持ってきた後、一旦左下に移動します。白赤エッジと白オレンジエッジはここに来ます。ここで黄色のコーナーだけになっている右面を回して M 列のエッジを回転させます。そうすると白コーナー4つの相対的な位置を変えずに M 列のエッジを回転させることができました。あとは左下の白コーナー2つを元に戻します。M 列の EO が合いました。EO を反転する手順をもう一度復習します。右の白コーナーを右下経由で左下に。白コーナーが4つとも左にある状態にして、右面を180度回します。左下の白コーナーを元に戻します。もともと EO が合っていたのでずれました。これをまた直してみます。右面、下面を回す。白を左側に寄せたら、右面を180度回して、M 列のエッジを回転させる。白コーナーを元に戻して終わりです。逆にこちらに回してしまうと、ちょっと面倒になります。白面が左下に向いていますので、EO は合っています。あとは、右面を回していれば揃います。最初から逆向きに回していれば一発でしたね。中段は、セットで EO が直っているので、回すだけです。回していれば揃うところがあります。これで6面完成です。これは球形のギアキューブですが、3×3 と同じ解き方で解けます。白赤緑コーナーを基準にして、右に白赤青コーナーを持ってきます。今回はここにありました。これで白コーナー2つ、左に持ち替えて、右側は揃っているので側面を揃えます。上のセンターが黄色なので直します。この白青エッジは EO が合っていませんので直します。右上の白コーナー2つを左下に。右面を180度回した後、白コーナーを戻す。EO はあったので、右面を回し続ける。
M 列のエッジは4つとも揃いました。90度持ち替えて、こちらの M 列を揃えます。上に白がないので、下にあります。白赤が先に上がるので、この向きで OK。一旦ここまで持ってきて、白のセンターを持ってくる。白赤と白オレンジの間に来たので、M 列を上に上げる。右面を180度上げればいいですね。左上向きなので EO が合っていません。EO を合わせる手順をやります。右下向きなので EO は合っています。左下向きなので次に揃いますね。残るは中段だけなので EO は合っています。緑面に対してエッジの緑が左下向き。EO が合っているという証拠です。回していれば揃います。最後に円柱形で解いてみます。白青コーナーを基準にして、右にも白青を持ってくる。いきなり全コーナーが揃いました。側面をオレンジで合わせます。上に白センターを持ってくる。赤とオレンジが逆なので、下で入れ替えて戻す。EO が合っているので回していれば揃います。白青、白緑ですが下にあります。白緑が先に上がると逆ですね。白青を前に持ってきて先に上げます。途中でセンターの黄色を裏の白と交換します。白のラインが揃うので M 列を上げます。下向きなので EO が合っていません。EO を合わせる手順をやります。揃いました。あとは中段だけなので EO は合っています。EO はずれる場合2列セットでずれるからですね。揃いました。ということで、この3種類は全く同じ解き方で解けます。前回のギアピラミンクスよりは難易度は低く、白面を揃えたら黄色面は揃ってしまうというような、結構楽なパズルとなっています。EO を合わせるところは覚えないと厳しいですね。ただ、3列あるうち、EO はずれても最大2列なので、ずれている場合は、もう一つずれている列を探してから、それらをセットで EO を合わせれば、EO 合わせは最大1回しかやらないで済みます。皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか？それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。